皆さんこんにちは、オッキーです。ニューヨークは今春の花盛り、マグノリアの花が満開となっています。マグノリアはサラサ木蓮、ヒモクレン、白木蓮やコブシなど様々な種類があります。ニューヨークの街ではたくさん見かける人気の花のようです。今日は最近作ったダブルチョコレートチップクッキーのレシピをご紹介します。材料は概要欄にも記載していますので参考になさってください。さて、なぜダブルチョコレートチップクッキーかというと、生地にも溶かしたチョコレートを混ぜ込み、さらにチョコレートチップを加えて焼いているからなのです。チョコレート好きにはとても嬉しいクッキーです。まず、粉類を量ります。小麦粉はカップで計量します。容器の中でよく攪拌して空気を含ませ、カップですくったら押し込まないようにすり切って量ります。これで1カップ。アメリカの計量カップに関しては、こちらの動画もぜひ参考になさってください。次にココアパウダーを量ります。1/2カップ。ココアは飛び散るので、カップではなく量りを使ってグラム計量するのもおすすめです。ベーキングソーダを量ります。小さじ1/2。ベーキングソーダに関してはこちらの動画で詳しく説明しています。よかったらぜひこちらもご覧ください。塩を量ります。小さじ1/2。塩は他の素材の味を引き立て、甘さを引き締めてくれます。泡立て器を使って粉類をよく混ぜます。こうすることでダマを取り除き、粉に空気を含ませ、均一に混ぜ合わせることができます。次にバターの準備です。アメリカではバターは通常1パウンド 454g の箱で売られていて、この箱の中にはこんなスティック状のバターが4本入っています。今日は1スティック分 113g を使います。バターは後で電子レンジで溶かすので、耐熱ガラスのカップに入れておきます。ここでバターと一緒に溶かす分のチョコレートを刻みます。今日はミルクチョコレートを使っていますが、お好みでもう少しカカオ分の高いセミスイートやビタースイートチョコレートにしても良いでしょう。チョコレートを刻むときは波刃の包丁を使うと飛び散りません。まな板にはパーチメントペーパーを敷いておくと器に移すときに楽ですし、まな板も汚れません。電子レンジで溶かすときは10から20秒ほどで取り出してかき混ぜ、また10秒から20秒ほどチンして出して混ぜてを繰り返します。9割ほど溶ければ、あとは余熱で溶けてくれるので熱しすぎないように気をつけましょう。バターチョコレートを少し冷ます間に混ぜ込み用のチョコレートを用意します。これは先ほどのものと同じチョコレートを大きめに刻んでおくのでも良いですし、チョコレートチップを使っても、また M&M のようなキャンディーチョコレートを使うのも楽しいです。混ぜ込み用チョコレートは全部で 113g ほど用意します。私は今日は中途半端に残っていた数種類のチョコレートチップを混ぜて使いました。セミスイートチョコレートチップとダークチョコレートチップ、それからホワイトチョコレートも入れちゃいました。全部で 113g ぐらい。M&M などを混ぜるのもカラフルですし面白いですよ。ピーナッツバター味やミント味など加えるものによりフレーバーの違ったものに仕上がります。ではクッキー生地を作りましょう。先ほど溶かしたバターとチョコレートです。粗熱が取れたらボウルに移します。
砂糖を測ります。1カップ。1/2分の1カップの計量カップを使ったので、2回すくって測っています。卵を加えます。卵は小さいボウルに割って殻が入っていないことを確認してから加えましょう。また、卵は室温になっていることが大切です。冷たい卵を加えるとバターやチョコレートが粒状に固まってしまうことがあります。バニラエッセンスを加えます。小さじ1。アメリカンベーキングではバニラはたっぷり使います。泡立て器でよく混ぜます。卵がよくなじみ、砂糖のザリザリした感じがしなくなるまでしっかりと混ぜましょう。粉類を2回に分けて加えます。引き続き泡立て器で混ぜていますが、ここからは少し優しくなじませるようにして混ぜましょう。今日はアメリカで一番一般的な小麦粉、オールパーパスフラワーを使いましたが、日本で作るときは普通の薄力粉で大丈夫です。残りの粉類を加え、よくなじむように混ぜましょう。最後にヘラでボウルの周りをきれいに拭って混ぜ残しがないか確認します。混ぜ込み用のチョコレートを生地に加えます。このクッキー生地は緩めの生地なので扱いやすくするために少し冷蔵庫で冷やします。冷やしている間にオーブンの予熱をしましょう。天板に生地を並べます。私が使っているのはアメリカで最も一般的なサイズの天板、ハーフシートと呼ばれるサイズです。天板にはパーチメントペーパーを敷いておきましょう。生地を並べるときにディッシャーを使います。これはオクソというブランドの 40ml、大さじ1と2分の1というサイズです。ディッシャーに生地をすくって並べていきます。ディッシャーを使うことで大きさも揃いますし、形もきれいに丸くなります。焼くと広がるタイプのクッキーなので、間隔を空けて並べます。12枚分入るかな？焼けて広がるとくっついちゃうかもしれません。まあいいや、12枚並べてみましょう。予熱しておいたオーブンで15分から17分ほど焼きます。2枚目の天板にも同様に並べていきましょう。今回は8枚分にして2、1、2、1、2と並べます。さあ焼きましょう。焼き時間は15分から17分程度。チョコレートのいい香りがしています。焼けました。ちょっとくっついちゃったところもあるけど、まあ大丈夫。熱々だと柔らかくて網に移動するのも大変なので、でももう一回この天板を使いたいので、紙ごと網に移しました。少し冷めたので早速味見します。中はしっとりしていますね。美味しいです。そりゃ美味しくなるものしか入れてないものね。チョコレートチップがゴロゴロ入っています。縁の部分はカリッとしていていいバランス。2巡目の8枚も焼けました。網に移して完全に冷まします。続いて3巡目、全部で28枚できました。焼きたては中のチョコレートがまだとろりとしています。そして縁はカリカリ、とっても美味しい。どこの有名ベーカリーのものも自家製の焼きたてクッキーにはかないませんね。さて、このクッキーは
大学の寮生活をしている息子に送る小包に入れるために作りました。ちなみにこんな感じの小包のことをケアパッケージと呼びます。お菓子やスナックを詰め合わせたケアパッケージを寮生活の大学生に定期的に発送してくれるサービスなんかもあるんですよ。うちの息子は大のチョコレート好き。このクッキーもきっと喜んでくれることでしょう。さて、話は変わりますが、先日ちょっと用事で34丁目まで行きました。旦那さんの用事が終わるのを待つ間、寒かったのでデリでコーヒーを飲んでいました。ニューヨークは徐々に店内での飲食が許可されるようになってきたので良かったです。外で待っていたら風邪をひいてしまうところでした。でもデリの店内の2階席はガラガラでちょっと寂しかったです。うるさくてゴミゴミしている賑やかなニューヨークがちょっぴり恋しくなりました。息子に郵便局から送った荷物は3日ほどで届く予定がなぜか2週間もかかってしまいました。急に気温が上がって暑い日もあったので、クッキーはもうダメになってしまっていたかも。焼きたてを届けられなくてとっても残念です。また休みで帰ってきた時に作ってあげましょう。このチャンネルでは私のニューヨーク生活とアメリカンベーキングのレシピをご紹介しています。よろしければぜひチャンネル登録をお願いします。皆様からのコメントやいいねボタンも動画制作の励みになります。ぜひよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。じゃあまたね。